では今日もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、はい。嫌いな親との付き合い方っていうテーマなんですけど、親との関係って関係がいい人もいれば、はいまともに育ててくれなかったとか、はい。自分のことをもっと愛してほしかったとか、あんな親は親じゃないとか、こうどうしても親のことをこう全力で好きにはなれないっていう方もおられると思うんですけど、ただ理想を言うなら仲良くだったり助け合う関係がいいと思うんですけど、はい。こうお嬢さんの視点でこう好きではない親とどう関わっていくことがいいと思いますか？そうですね。これなかなか難しい問題で、やっぱそういうお話とか相談もやっぱ多いですけど、一つ言えるのはね、良きにも悪きにも親って反面教師、だから教師であったり反面教師であったりということですよね。だからやっぱりその自分がされてきたことをやっぱ悪い方に念じて、その親を恨んでる生き方をしてる人は親と接点ないですし、でもやっぱり親が大切にしてきてくれたっていう記憶がある方はやっぱり親を大切にして生きようっていう気持ちになると思いますし、それはなかなか難しいですね。でも願わくば先ほどおっしゃったように仲良く過ごしてほしいと思いますし、ただ一つ言えるのは親子っていうのはその腐れ縁ですよっていうことかな。だからその他人っていうのは縁って切れるじゃないですか、切ろうと思えば。ところが親っていうのはもう二度と切れないんですよね、縁っていうものが。親であるっていうことは親なんですよ。この縁は切れることがないです。だからお互いに死ぬまで気づき合わなきゃいけない関係、お互いに持ちつ持たれつの関係であるっていうことかな。だからどちらかが亡くなるまでこの縁っていうのはずっと続いていくってことです。もう切ろう思っても切れへん、合わんどこって思ったら合わないけど、でも切れることはないですわ。なぜかって言ったらもう細胞レベルでつながってるんで。だからそういった意味では縁が切れない関係だからこそ、一生かけて学び合わなきゃいけないお互い様の関係でもある。だったらどう見るか、長いものに巻かれろっていう言葉もあるように、もう年取れば年取るほど頑固になっていくのも親やし、融通性がなくなっていくのも親やし、また同時にその私たちもいつまでも子供じゃない、やっぱり自分たちも年取っていく、大人になっていく。だからいつまでも子供扱いされるのがすごく嫌だから親の方も子供としていつまでも扱わないっていうその気をつけてほしいと思うし、で逆にやっぱり子供じゃなくて自分も大人なんだから、もっとその理解してあげようっていう気持ちを持っていく。でそのお互いが共に成長していく関係性を保てれば仲良くできると思います。ただやっぱりやってこられた、こういうふうな育て方された、ほったらかしされた、もっと言えば捨てられた、こんな虐待を受けた、いろんなことあると思います。だからそれを解消しようっていうのはなかなかやっぱりトラウマを除去するっていうのは難しいんじゃないかなと。ただでもそれだけの人が経験してない親子関係の苦労を背負ってきたお子さんたちっていうのは必ず大人になってからね、人の背負ってない分の苦労を背負ってきたわけですよ。でもその苦労っていうのはすごい知識と知恵なんですね。だから反対にそれを今度は人に与えてあげる役割ができるんじゃないかなと。だから自分がこういうことされたから人にはこういうことをしてあげれるようになった。で自分が虐待を受けたから今度は虐待を受けてる子どもたちを助けれる人になったっていう役割っていうのの違いは出てくるんじゃないかなと思います。でそれで自分が子ども、例えば虐待受けてきたから虐待を受けている子どもを助けてあげようっていう活動ができた場合に、それをやっていくうちに自分が親の気持ちを理解してあげることができたり、その時に本当の意味で、許すっていう言葉になりますけども、本当の意味で親のことを許せてあげたりっていうふうに何かどっかで気づきが出てくる時なんですよ。それは親が気づくのか子供が気づくのか、これお互い様に気づけるのかですけども、やっぱり親もそういうことをした、虐待したんやったら虐待した理由っていうのがあるんですよね。もちろん虐待された子供は親を恨むしかないかもしれませんけども、でもそうなってしまった母親父親の理由があるとすれば、その理由を理解できるぐらいの知識を身につけてもらうっていうのも、その虐待を受けた子にしかできないことじゃないかなと思います。逆にそうやっていろんな気づきを得たり、その経験が何かこう
いろんないいことにできるようになると許せるようにもなるんですかね。そうですね。だからそういうふうに他のこともね、親子関係だけじゃなくて他のことでも人の倍ぐらいやっぱりしんどい目にあったりとか苦労してきた人っていうのは、その分そのマイナス面を分かってあげれる人に化けてるっていうことなんですよ。だから人の悲しみや苦しみをたくさん受け入れられてあげれる人っていうことは、それを今度与える側のエネルギーを持てた人。それもでも経験してみなきゃそんなことって伝えられないじゃないですか。ね、苦しい思いしたことないのに苦しい思いを語ることはできないのと一緒。やっぱそういう病気になってみなきゃわからない、その痛みや苦しみも。ね、でそれもやっぱり、やったからわかる、言ってあげれる、教えてあげれるっていうふうに、やっぱその経験とかってすごい大切なんですよ。ただそれがやっぱりね、痛みとか苦しみの経験もそこまでそういうふうに育てられたのって我々もその聞いてて思う時もありますよ。親がそんなことするのとか、もういや最低やなって思うこともあります。人には経験できないぐらいの、そういうことを受けた、そういう経験をされたならば、今度はそれ以上にそういう人たちがその自分と同じ経験をしないようにこう与えてあげる側を持てたりとか、何か教えてあげる、何か助けることができるエネルギーを持っていかれるんじゃないかなと思います。はい。ちょっと別の視点なんですけど、ね、その逆によくなんか仲いい家族とかもあるじゃないですか、なんかそれがなんか正解な、なんかイメージが結構あるんですけど、そしたらそこにはなれないと思うんですよね、その状態のが、そこに関してはもうそこを目指すことはいらないんですかね。そうですね、比べないっていうことじゃないですか。やっぱりその虐待を受けてきたとか、やっぱその親子の縁が薄っぺらになってしまった人から見たら、なんか和気あいあいとした家族っていうのはすごい羨ましく感じると思いますし、でも当たり前って人によって違うと思うんですよ。だからその和気あいあいで育った家族がいいなと思うかもしれませんけども、逆にその和気あいあいでいる家族も他のことで難があるかもしれません。実は人前にはよく見えても家族の中はぐちゃぐちゃなのかもしれませんし、隣のね芝生が青く見えるっていうのと一緒で、その比べるからそっちがよく見えて、比べなければそれがやっぱり当たり前っていうその枠の中、自分たちはこうっていう、そういったものって存在してると思うんですよね。だからその中でじゃあどうやっていくかと。これはもう比べれば比べるほど苦しくなるだけです。だけどもその今自分が置かれた環境、与えられてしまった状態で、それがずっとは続きません。そういう環境下に生まれた、そういう環境で育ってしまった、そういう虐待を受けた親となかなか馬が合わずに仲が悪い、こういうのありますけども、でもだからこそもっとそれを変えることができる時が必ず来ると思います。ただそれが和気あいあいとなるかって言ったらそうじゃないと思いますよ。違う意味でお互いに感謝ができる、そういった方向に行かれるんじゃないかなと思いますけどね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths all lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはねそちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。